俺の名前は橋本翔。工場現場で働く作業員だ。毎日汚れや汗にまみれて給料をもらっている。この仕事は楽なものじゃない。自分の体力がものを言う仕事だ。夏場は炎天下の中、フラフラになりながら働き、冬は凍える風の中、歯を食いしばる。そうまでしてこのきつい仕事にしがみつくのには理由があった。俺の家は両親が幼い頃に離婚し、母親に育てられた。俺と5歳下の妹を養うために専業主婦だった母は昼も夜も問わず働いていた。それでも3人生きていくのがやっと。毎日腹を空かせながら限られた食事でなんとか食いつなぐ日々。母が家にいないことに寂しさを感じたこともあったけど、辛いとか嫌だと思ったことはない。妹の面倒を見ながら、俺は中学を卒業したら母にもう少し楽をさせてやりたいと就職を希望。中卒で働けるところはそんなに多くなかったけれど、それでも高校へ行くより働いて家に生活費を入れたかった。妹にはちゃんと学校に行っていい生活をしてほしい。それだけがずっと俺の心の中に芯として存在する気持ちだった。母のため、妹の学費のため、そして生活のため、どんなに辛くても俺はこの仕事を辞めるわけにはいかない。最近ではがむしゃらな努力が認められて現場監督を任されるようにまでなった。妹はすでに大学生になり、自分でアルバイトも始めている。妹が社会人になれば俺の肩の荷もいくらか下りるだろう。そんなタイミングで給料も上がった今、心にある目標が芽生えていた。それは自分自身の結婚だ。ごめん、遅れた？ううん、今来たところよ。俺には2年付き合っている恋人のすみれがいる。もともと俺たちは中学校の同級生。すみれはクラスでほとんど目立たないような地味な女子だった。数年ぶりの同窓会でたまたま再会した時、その成長した姿に驚く。とても綺麗になっていたし、メガネからコンタクトにしただけで印象がガラリと変わっていたのだ。同級生には大学生が多い中、すみれは高校を卒業して企業で働いている社会人。同じ価値観で話せるすみれとはすぐに意気投合して、数回デートをした後に付き合い始めた。今では俺の自慢の彼女だ。私、会社辞めようと思う。ある日のデート中、思い詰めた表情ですみれはつぶやいた。何かあったのか？会社に苦手な上司がいて、我慢していたんだけど、やっぱりそれも辛くなってきちゃったから。そうか。対人関係の悩みは生きていればどこでも直面する問題だ。それを咎めることは誰にもできない。我慢しすぎて自分自身の体を壊すぐらいなら、新しい環境を探した方がいいかもしれない。幸い彼女は実家暮らしだし、両親も働いている普通の家庭の子だ。俺のように何か仕事を辞められない理由があるわけでもない。そこだけは救いだったと思う。辞めた後はどうするんだ？新しい仕事探しながら、友達の紹介でキャバクラで働こうと思って。キャバクラ？長くは働くつもりないけど、新しい仕事が見つかるまで。普通に考えて、付き合っている相手が水商売を始めると聞いて止めないやつはいるんだろうか。酔っ払った男相手に露出の高いドレスで接客をする。考えただけで怒りが爆発しそうだ。でもきっとここで
俺が猛反対したらすみれは塞ぎ込んでしまうかもしれない。ただでさえ俺にも相談できないほど会社のことで悩んでいたはずだ。新しい会社が見つかるまでと本人も言っていたし、大丈夫だよな。彼女を信じようと心に決めた俺はすみれの話にそっとうなずいた。もちろん心配していないわけじゃない。心の中では常にすみれの身を案じていた。あと1年もすればちゃんとプロポーズできる。きっと少しの辛抱だ。新しい会社が見つかればきっと。ところが数ヶ月経ってもすみれが昼の仕事に就く様子はない。それどころかどんどんと夜の街に染まっていたのだ。清楚系だった彼女の服装も徐々に派手になっていき、身につけるものは目に見えて高価なものに変わっている。会うたびに俺の知らない彼女になっていく気がして胸騒ぎがした。そしてついにその時が来てしまったのだ。別れる？え？もうあなたとは別れるって言ったの。他に好きな人ができたわ。そんな。すっかり夜の世界に染まったすみれの瞳は光をなくしていた。俺を見る目も以前とは全く違う。まるで何も感じていないかのような態度だ。もっと早く気がつけばよかった。夜の仕事をしていたら昼間に必死に働いてた頃がバカみたいに思えてくるもの。給料もいいし働く時間は短い。ちょっと甘えれば何だって買ってもらえる。夢みたいよね。高笑いする彼女は俺の目に悲しく映った。ああ、大丈夫なんかじゃなかったんだな。本気なのか？別れるって。何度も言わせないでよ。あなたみたいな学歴もなくて収入も少ない男と一緒にいたって将来たかが知れているじゃない。金持ちの経営者、医者、弁護士。私の相手はよりどりみどり。誰が好き好んで貧乏生活に飛び込んでいくのよ。鼻で笑いながら俺を見下すすみれ。もう彼女は俺の知ってるあの頃のすみれじゃない。わかったよ。力なくそう返事をすると俺はすみれに背中を向けた。それから1年の歳月が過ぎた。同級生からの噂ですみれが婚約したことを聞かされた。いまだにキャバクラで働いていて大企業の若社長に見初められたらしい。もう俺とは違う次元で生活しているであろう彼女に未練はほとんど残っていなかった。なあ、これからキャバクラ行かね？ある日の夜、仲のいい同級生たちと飲んでいるうちにそんな話で盛り上がった。すみれのこともあったし、なんとなく毛嫌いしていた部分もあったけれど、その日はなぜだか気が向いてしまった。ネオン街を友人たちと談笑しながら歩き、たまたま声をかけられた店に入ってみると、入り口で俺たちを出迎えたのはまさかのすみれだった。すみれ、何しに来たのよ。俺たちの顔を見るなり不機嫌そうに睨むすみれ。偶然入った店は最近すみれがオープンした新しいキャバクラだったのだ。友人がなんとかうまくいって店の中に入ると、その内装の豪華さや店の広さに驚愕した。普段から着慣れているわけじゃないけれど、素人目に見てもここが特別な大箱であることは理解できる。中卒のあんたが来るなんていいご身分ね。俺の隣で嫌味をつぶやくすみれ。彼女も元彼が客としてやってきたんじゃやりづらいのだろう。結婚するんだってな。おめでとう。そう、やっと私にふさわしい男を見つけることができたの。これで私も成功者だわ。相変わらず金に溺れて性格が変わってしまったすみれを見ていると、なんだか
胸が痛くなる。大した話もしないまま、ほどなくして彼女は常連客のいるテーブルに連れて行かれた。残りの時間、楽しく酒を飲む友人たちを横目に、俺はついてくれた女性たちに愛想笑いを見せながらその場をやり過ごすだけだった。これでもう踏ん切りがついたな。心の中にしまっておいたあの頃の優しいすみれを俺は完全に記憶から消し去ることにした。3ヶ月後、すみれの姿を見たあの日から俺は仕事に没頭していた。偶然繁忙期と重なっていたこともあり、傷を癒すのにちょうどよかったのだ。仕事をしていない時間はどうにも落ち込んでしまう。体を動かせばそんな気持ちを吹き飛ばせるから笑っていられた。いつも辛いと思う仕事でも今は救いになっている。だいぶ出来上がりましたね。ある日、現場に一人の男性が様子を見にやってきた。彼は今回のビルを所有する大企業の若社長。社長とは思えないほど物腰が柔らかく、誰に対しても低姿勢でとても感じのいい人だ。こうして時々現場に足を運んでは作業員たちに差し入れをくれたり話をしたりしている。分け隔てなくフランクで、何より見た目も容姿端麗。完璧な人間性の彼を俺は尊敬していた。橋本さん、この後時間ありますか？仕事が終わる頃、須田さんは静かに俺に声をかけた。このまま家に帰るだけで特に用事もない俺は彼の誘いに乗ってとあるダイニングバーを訪れた。単刀直入にお聞きします。この女性をご存知ですか？席についてしばらくしてから須田さんはスーツの内側に入れていた一枚の写真を俺に差し出す。写っていたのはすみれだった。俺の元カノです。やはりそうでしたか。彼女が今とあるキャバクラを経営していることはご存知ですか？はい。もしかして。俺の問いかけに須田さんは静かにうなずいた。私が彼女に出資してあそこの店を作りました。表上は婚約者ということになっていますが、私にそのつもりはありません。どういうことですか？ふっと微笑んだ須田さんの瞳にどこか悲しそうな色が浮かぶ。彼女とは以前の店で知り合いました。初めは素朴で純情なところに惹かれた。今思えばあのような店にいる女性としては珍しかったからかもしれません。確かに夜の世界で働き始めた頃のすみれは普通の女の子だった。まだ夜の世界に染まる前の普通さが須田さんには美しく映ったのかもしれない。そこから彼女とだんだん仲良くなっていったのですが、日に日にその世界に染まっていく彼女を見ているうちにその行く末が見たくなったんです。言葉巧みに同情を買うようなことを並べたかと思うと、次に同じ話をするときにはちょっとしたズレが生じていて、うまく騙せていなかったということでしょうか。そんなところでしょう。技を教わってはいるけれどまだ荒削り。けれどその成長過程を見るのが楽しくて、親のような気持ちで彼女と接してきました。そしてついに彼女は私に店を出したいと相談してきたのです。すみれは売れていたんでしょうか。あんな大箱に店を構えられるほどの力量があるんでしょうか。須田さんは黙ったまま首を振った。あの店の開店資金はほとんどが私の出資です。彼女自身の持ち出しはほとんどないはず。聞けば給料のほとんどをその月のうちに使い切ってしまうらしいのです。失敗することが目に見えているのに、
なぜ彼女に店を持たせたのですか？彼女にビジネスの恐ろしさを身をもって体験してほしかったのです。彼女が寄生しようとする男たちはこうして苦労をしながら金を稼いでいる。簡単に大金が手に入ると思っている彼女にお灸を据えてあげようと考えまして。須田さんはすみれが思っていることをほとんど察しているようだった。聞けば翻訳をするにあたりすみれの身辺を探るため探偵を雇っていたようだ。彼女の口から聞かされていたことのほとんどがやはり嘘だと確信した須田さんは彼女に制裁を下そうと水面下で動いていたらしい。きっと放っておいてもあの店は潰れます。潰れたらどうなるんですか？巨額の借金を背負うことになるでしょうね。あなたは優しい人だ。見下されて捨てられてもいまだに彼女を心配しているのだから。恋愛感情はありません。でも過去の彼女を知っているからこそ哀れに感じているのかもしれない。今から私は彼女に別れを告げに行きます。あなたはどうしますか？須田さんはもうすみれのことを助けようとも思っていない。彼に捨てられてしまえばもうすみれには手に負えないほどの暗い未来が待っている。せめて目を覚まさせたいと思った俺は須田さんと一緒にすみれの店を訪れた。どうして一緒にいるの？店に入るなりすみれは怪げそうな顔で俺を見ている。須田さんはいつもと変わらない爽やかな笑顔でVIPルームに入っていった。そんな汚い作業着で入る店じゃないのよ。場違いだわ。席についても俺に怒りを見せるすみれを須田さんは静かに咎める。やはり婚約者というだけあってすみれは須田さんに絶大な信頼を寄せているようだ。これから何が起こるかも知らずに、突然だけど君と別れるつもりで挨拶に来たんだ。何が起こったかわからないといった表情で硬直しているすみれ。須田さんはお構いなしに話を進めていく。全部調べさせてもらったよ。もっとも君の下手な嘘はすでに分かっていたけれど、病気で入院中と言っていたお父さんは元気に働いているし、ボロボロのアパートに住んでいるはずだったご両親は立派な持ち家。家族のために夜の職を始めたと言っていたけれど、単純に昼の仕事に戻れなくなっただけ。どうだい？すべて当たっているだろう。おい、そんなバレる嘘どうして？あんたは黙ってなさいよ。嘘がバレたことでの焦りをあからさまに見せるすみれ。須田さんは小さくため息をついた。嘘で塗り固められた君に何の魅力も感じない。結婚する理由もないんだから、もう別れてくれ。待って。立ち上がろうとする須田さんにすみれはしがみつく。最近お店の経営がまずいの。常連だった社長さんたちがみんな来なくて。当たり前だろう。あの人たちはみんな私のつながりだ。君に魅力を感じてこの店を利用していたわけじゃない。おごり高ぶるのもいい加減にしろ。普段優しい須田さんが冷酷な表情でぴしゃりとすみれに言い放つ。そのダメージは普段から厳格な人に言われるよりもよっぽど強い。須田さんからすみれの一件を聞いた社長たちはそのまま店を利用しなくなり、経営は一気に下火になってしまったようだ。私を愛してくれたんじゃなかったの？私が一度でも君を愛していると口にしたことはあったかい？須田さんの返答にすみれは顔を真っ赤にしている。愛をささやかれたこともないのに思い通りに動いていてくれた
彼が自分の虜になっていると勝手に思い込んでいたのだ。それを思い知らされて恥ずかしさがこみ上げてきたのだろう。君が存在に扱っている彼の方が人間として見込みがあるよ。彼とそのまま一緒にいれば君はこんな風にはなっていなかったかもしれないね。少しだけ哀れみを感じさせる口調で彼はそのまま店を出て行った。俺は目の前が真っ暗になり、その場に立ち尽くすすみれをしばらく見つめることしかできなかった。それから数ヶ月後、すみれは須田さんに宣言された通り婚約を解消した。店の経営も赤字まみれでとうとう潰れてしまったらしい。あんなに大きな店を経営していたはずなのに、もともとのすみれの客はほとんどいなかったようだ。須田さんの力添えがあったから夢を見られていた彼女。それがいつからか自分の力だと錯覚してしまっていたのだろう。結局大きな借金を背負ったまま彼女は小さな会社で真面目に働いているらしい。両親に今回のことがすべてバレてひどく叱られて目が覚めたみたいだ。俺はその後すみれと顔を合わせていない。俺がしてやれることはもう何もないし、失敗を知って自分の過ちに気づけたのだから。須田さんに見込まれた俺はその後彼の知り合い筋のもとで経営についての勉強をしている。いつか自分の力で会社を立ち上げることが今の俺の目標になっている。生きていく上でお金は確かに必要不可欠。けれどそのお金以上に大切なものを見誤らないようにしたい。自分の力で大切な人を守れるように強くなろうと自分の心に誓うのだった。